にちは。はい、ザエミリです。今日はティアラはお休みです。ちょっと寂しいんですけど、私がプロデュースしてる歌舞伎町の45に来ました。インスタとかの質問でキャバクラの質問もらうんですけど、新人ちゃんたちとよく45のでも相談を聞いたりするんですけど、それがやっぱり似てる質問とかが結構多かったりするので、今日は3人に質問もらって答えていく感じにしたいと思います。では自己紹介をみゆちゃんから。はい、柊美優です。45は2ヶ月ぐらいです。年齢は21です。若い。野中ゆりんです。45に入って半年目になります。年齢は21歳です。天野エマです。45に入って1ヶ月半です。年齢は21です。すごくないですか？みんな21歳。みんな同じすごい、9個も違う。お母さんみたいな。お客さんへの LINE の仕方が分からなくて、それは1回もお店に来てない方？最初フリーで来てくれて、2回目はフリーバックでまだ来てない方です。また一緒に飲みましょうって言って LINE が終わって、向こうもありがとうで終わっちゃうことが多くて、それで終わりってこと？はい。でなかなか向こうからとかうまく続けない人は続くし、続かない人は終わっちゃうことが多くて、こう正解がないから一言でこうしたらいいんじゃないっていうのがまずないんだけど、まずそのお客様がどういう人かっていうのがまず一番最初に大事で、その人が静かそうな人なのかとか、すごい飲んでた人かっていうのでまず全然違うかもしれない。なんかやっぱ相手に合わすっていうことが一番大事だから、メルマガみたいに同じメールをいっぱい送るとか、そのさっきみたいに話が終わっちゃうっていうのは多分クエスチョンがないから、普通に言われたことを返してくれて終わっちゃうっていう、多分自分から質問したりとかそういうのがないと、元気とかヤッホーとかいきなり全然そんなんでいいんですか？全然そんなんで送ってたかも、エミリは。ほんとメルマガが一番分かりやすいかも。丁寧なんだけどすごい楽しくはないとか、返そうと思わないとか、でもすごい難しいかも。もっと細かく聞かないとあれかも。そのフリーで来てくれたお客さんの情報を最初にいっぱい聞きたいじゃないですか。着いた時に何聞いたらいいですか？その会話の内容って。会話の内容、聞くっていうことあんまりしなかったかも。そう、事情聴取みたいな感じになっちゃうから、やっぱ楽しむって方にした方がいいかも。なんか相手を覚えるとかお客様を覚えるっていうのも大事だけど、まずはそのいろいろ根掘り葉掘り、どこに住んでるんですかとか、普段飲みに行かれるんですかとか、どこが好きですかとかっていっぱい聞くよりかは、その場を楽しむみたいな、その会話を覚えるっていう方がいいと思う。その人の情報を覚えれるけど、その人も楽しもうと思って来てるから、多分聞かれた方は結構疲れちゃうかもしれない。友達ってそうだと思う。何話そうとかを決めてないし、その場が楽しくって、帰った時にあの子と今日何話したっけって、それが一番楽しいだと思うんだよね。仲いい子は特に。そうそれぐらいができたら一番こう相手の人も楽しんでもらえてるかなって思う。最近場内指名が取れないのを悩んでます。すごい固まってる。固まってる。ごめん、場内指名が全然取れないなっていうのを悩んでます。場内指名ね、キャバクラって場内取ることが仕事じゃないから、場内にそんなこだわらなくてもいいと思ってて、みんな、やっぱ一番は自分のお客様を作るっていうのと、そのお客様に来てもらうっていうのが仕事だから、場内ってやっぱりその場が楽しかったりとかで、気軽に指名できちゃう分、そんなに深い意味もなく指名する人が多いから、むしろ場内ゼロでも指名があったらそっちの方が仕事として成り立ってるから、違う考えにした方がいいかも。取れなかったら取れないで全然いいと思う、場内は。だから場内だしって言っちゃうとあれだけど、やっぱ場内は場内だから、
だから場内って結構フリーついてて取れないとその日一日ちょっと私ダメなのかなとか、フリーでついて次の女の子が場内もらってたりするとこう自分ダメだったのかなとか、多分へこんじゃうかもしれないんだけど、そこは全然、気にしないっていう気持ちが大事かも。はい。エミの場合は指名が欲しかったから、場内は取るっていうかもらえればありがとうございますみたいな。はい。真面目なんか真面目な子が多いですね私はまあ45入ってからまあ2ヶ月ぐらいで、まあだいぶこうフリーのお客さんにつく期間じゃないですか。でそれで、まあ、フリーバッグが私はちょっと少ないなと思ってて、なんかそのやっぱフリーバッグはどういうふうにこう呼ぶのがなんかコツみたいな。フリーバッグってどういうふうに呼ぶのが一番あれなんですか？お店に一番最初に来てもらう。これすごい聞かれて、どうやったらお客様呼べますかみたいな、もうどうもこうもなくて待ってるしかなくってある程度やることをやったらフリーについてお客様交換して連絡をするってやってて、それ以上やることが実際あんまりなくて、電話で今日来てとか言って来てくれるわけでもないし、逆効果だし、本当に来なかったら多分どこか自分のやり方が悪いところがあるから、そこで一回自分で分析した方がいいかも。何があんまり良くないのかなっていうのを。なんか前 LINE でこうエミリーさんとそうみゆちゃんLINE が結構そうなんかもう今までは全然スタンプもハートとかも信じられない LINE 送ってたのスタンプもなければ絵文字もないみたいな自分なりにめちゃめちゃスタンプとか買ったりとかして可愛らしくちょっとしてみた。はいやってもうキラキラ装飾的なやってる？はいやってるんですけど、まあ仲良くなったりとかなんかまあ電話来たりとか、まあそういう感じで。そうなんだ。じゃあちょっと一個成長してる。前はもうなんかパスみたいな感じでパスみたいな。あまりにも冷たいから。人数が増えてくるじゃないですか。やっぱ毎日こう LINE してるとなんか何の話してたっけなみたいなのとかもやっぱこんがらがってきて、でやっぱメモとかもしてるんですけど。そうメモ取ってもらってるんですみんなになんかそれで顔と、まあ、お名前とか話す内容とか最初の印象とかはやっぱりこう一致はするんですけど、その LINE がどんどん溜まってったりとかして、まあ、放置しちゃう人とか出てきたりとか忘れちゃったりとかっていうのがちょっと最近なんか増えてきたかなとかも。忘れちゃう分に関しては多分ノート見返して思い出すしかないと思う。やっぱ忘れちゃうから絶対増えていけば増えていくほど、そのためにノート取ってるからもう見るしかないかも。みゆちゃんそうやって前は LINE があんまりだと思ったの、でそれ今やってこうちょっと連絡できるようになったでしょ。でも来ないっていうことは多分他にまだ原因があるんだと思う。 LINE の内容とか多分そっちばっかりにいっちゃってるんだと思う。一番大事なのは接客だから、接客があっての連絡だから、そう接客大事にした方がいいと思う。接客もやっぱ可愛い感じ。接客はもう自分に合ったのがいいと思う。絶対結構見てるんですよ、お店の女の子の接客を。で多分こうちゃんとしなきゃっていう感じが強いから、そうもうちょっとこう自然でもいいのかなっていうのを思った、見てて。楽しい。そう本当にそれ。そう連絡で来てもらうっていうのはプラスだから、その営業よく営業でこう来てもらおうとしようとする子多いと思うんだけど、やっぱ一番はこの接客が大事だと思うから、もしそこ一生懸命頑張っててまだやっぱりこう来てくれないなと思うんだったら、一回接客を見直した方がいいかも。原点に戻る。そう大変なんだけど、そこを両方やって初めて来てくれるから、接客だけすごいよくやっても連絡しなかったらやっぱ来てくれないし、連絡だけすごい頑張ってまめにしてもやっぱお店の中で楽しくなかったら、それこそメルマガみたいなちょっと気の利くメルマガみたいな、ちょっとメル友とかになっちゃうから、やっぱり両方頑張るっていうの。でもいいですね、ちゃんと成長してってる我が子のような感じお母さんみたいになってるそんな感じかな。エミリ
りさんはいつも45でなんか会議とかでこう話されてるって感じですか、皆さん。会議は月水金会議があって、そこは黒服さんと会議があって、女の子はこう新しくて頑張ってる子とか、そういうちょっと悩みがあるって言われたことを個別に聞くみたいな、お店で。やっぱり何が大事って、女の子がモチベーションが本当に一番大事だと思うから、言ったら正解がないだけで頑張んなきゃいけないから、もうあとは自分の気持ちと勝負みたいなところがあると思うから、こうエミリがいくら言ったところでやるのも自分だし、その気持ちをコントロールするのも自分だと思うから、だからそこができたらいいなみたいなアドバイスはするけど、なんか楽しくやれたらやっぱり結果はついてくると思うから、悩まないでって思ういつもそんなに悩まないでって思う。でね、なんか一番最初にみんな話した時にこのノート書いた方がいいよって言ってて、すごいんですよ、ちゃんと書いてくれて本当に自分が現役で頑張ってた時にノートつけてて、意外とフリーのお客様もそうだけど来てくれた人を全部メモしてて、それがなんか自分の中ですごい役に立ったなっていうのがあったから、こうやった方がいいんじゃないって。でも結構面白いこと書いてあるんですよノートって見てるんですか？見てるグループラインで毎日送ってきたちゃんと書いてあるかチェックしてたの。キャバクラって結構飲んでイエーイとか華やかなイメージがあるけど、意外とこう真面目にやるっていうのが大事だなって思っててね、秘密と名前と人数とさ特徴が話した内容。なんかこれやると相手お客様の特徴をパッと自分で目につけるようになる。何も気にせずただ話すよりかはそういう癖がつくっていう、ね、いいところをパッと大体ほとんどの人が初めましての中でこうどう相手のいいところを探すかじゃないけど、特徴を自分の中で捉える。それをもう捉えちゃえば聞く必要ってないと思うから、だからこう聞こうとも思うし、そうそんな感じのノートです。45の女の子だけに教えたいとかそういうのでもないから、全国のキャバ嬢頑張ってる女の子に書いた方がいいと思う今日は3人の女の子から質問もらって答えていったんですけど、これからもこうやってキャバクラの質問とかをやっていけたらいいなと思うので、もしよかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますそしてすごい可愛い3人なので、もしよかったら示してあげてください宣伝でめっちゃ可愛いと思う、すごいまたやりましょうぜひお願いします。お願いします。接客の様子は見てます頑張りますではまたじゃあね。